複数のジオメトリーを一つのコンポーネントに結合する方法を説明します。複数の CAD ファイルをインポートし、一つのコンポーネントとして保存します。2つのジオメトリーファイルを用意します。ジオメトリーファイルをインポートすると、新しいコンポーネントが作成されるため、ジオメトリーファイルを一つ 3D ワールドにドラッグ&ドロップします。ファイルがインポートされます。もう一つのジオメトリーファイルをインポートします。ファイルを 3D ワールドにドラッグ&ドロップします。ジオメトリーはインポートされましたが、別のコンポーネントに含まれているため、ジオメトリーを組み合わせ、一つのコンポーネントとして保存します。コンポーネントの一つをもう一つのコンポーネントにアタッチすることもできますが、レイアウトには2つのコンポーネントとして保存されます。2つのコンポーネントを1つのコンポーネントとして保存します。コンポーネントを1つ選択し、整列のショートカットキーを使用します。シフトキーを押しながら、コンポーネントをドラッグし、もう一つのコンポーネントの上面にスナップします。次に、マニピュレーショングループの PNP を使用し、コンポーネントを再配置します。ジオメトリーを今あるコンポーネントから別のコンポーネントに移動させます。コンポーネントを一つ選択し、モデリングタブに移動します。コンポーネントグラフの下にあるノードフィーチャツリーを展開し、ジオメトリフィーチャを選択します。右クリックし、メニューからコピーを選択します。次に、他のコンポーネントを選択します。コンポーネントグラフの下にあるルートを選択し、その位置で右クリックします。メニューから貼り付けを選択します。新しいジオメトリーがルートの下に移動したことが確認できます。ジオメトリーを別のコンポーネントに移動することができましたが、位置が正しくありません。ジオメトリーを移動させるには、ジオメトリーが選択された状態で、ツールグループのスナップをクリックし、スナップタイプを原点に設定し、スナップします。新しいジオメトリーを正しい位置に移動させることができたため、古いコンポーネントを削除します。古いコンポーネントを選択します。選択することが難しい場合は、新しいジオメトリーを選択した状態のまま、プロパティの表示のチェックを外すことで、古いコンポーネントのジオメトリーを選択することができます。コンポーネントグラフパネルに移動し、ルートノードを選択することで、クリップボードグループにある削除をクリックし、コンポーネント全体を削除することができます。古いコンポーネントは削除され、新しいジオメトリーは非表示になっています。3D ワールドに表示されているコンポーネントをクリックし、コンポーネントグラフの下側で非表示にしたジオメトリーを選択し、プロパティで表示のチェックボックスにチェックをつけることで、再び表示することができます。これで、2つの異なる CAD ファイルをインポートし、ジオメトリーを1つのコンポーネントに結合することができました。コンポーネントグループの保存をクリックし、変更点を保存します。2つの別々のコンポーネントではなく、1つのコンポーネントとして保存しています。この方法を使用すれば、同じ機構のロボットの見た目を変更できるため、ロボットを効率的にモデリングすることができます。複数のジオメトリーを1つのコンポーネントに結合する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。